どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。毎月抽選10名様に石のお金で現金支給するエンジェルさやです。全然エンジェルじゃない数千ですよ。年単位で時価で価値を測っていただきたいですね。そんなもう長期スパンのお給料いらないのよ別に。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、貴重してよ。いけよもう。ということで今回こちらです。アニメアニメということで、今年はね、夏目さんちはこのアニメも作ってみたいなと思いつつ、はい、いろんなものをね、勉強していきたいと。そうですね。思っております。はい。ということで、今回やっていく企画はこちら。プロの絵師が世界初のアニメ作ってみた人参やぞ。ええんか、ええんだ。世界初のアニメ作ってみたって、お前ら作ったこともないのにいきなりなんてそんなでかく出たんみたいな。ちょっとここややこしいこと言うんですが、はい、アニメって歴史が当然あるわけですよ。日本のね、ジャパンのアニメが有名なわけなんですけど、数々のクリエイターたちの努力の結晶が皆を感動に導いているのじゃ。ドキュメンタリー番組でも始めんの？ 1ヶ月前、我々取材班はとあるスタジオを訪れた。その大御所じゃなきゃ許されないからね、それは。ピヨピヨピヨチン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 、どうもおはようございますつって始まるやつ。超ドキュメンタリー。ガチのドキュメンタリーじゃん。しかも一月しか密着しねえの。まあアニメにもいろんな歴史があって、世界初のアニメ、皆さんご存知でしょうか？アニメーションとして、アニメーションとして生まれた世界初のもの。今回はそちらをやっていこうと思います。まあもともとその世界初のアニメっていうのはもう静止画が連続して、それがあたかも動いてるように見えると。実際今のアニメもそうじゃないですか。すごいよ、枚数がね。そうなんです、一応歴史上で静止画の連続としてみんなを楽しませるために作った道具としての一番最初と言われてるのが、1831年にジョゼフ・プラトーっていう人が開発したフェナキストスコープっていうね、でそれを連続して見せていくことでアニメーションに見えるっていうやつがありまして、で今回僕たちがやるのは、さらにそれを進化させた、ウィリアム・ジョージ・ホーナーって人が発明した、ゾートロープ。回転覗き絵って言ったら分かる人もいるかもしれない。こんな感じです。でけー。でけー。この真ん中の点が原作と同じサイズです。これどんだけできんのはい、今回これ夏目さんちが疑似的に用意しました。これが回転することによってここに貼ってある絵が動いて見えると。本来ね、多分下がね、木製のなんかこうくるくる動くものとかなのかな、おそらく。で、これは、ね、くるくる回るもんないかなっていうところをうちの父親がですね、もう使えなくなったレコードプレイヤーに載せちゃえばっていう。そうそう。IQ5 億ぐらいあるよね。で、だからそこの上にこうやってスリットの入った丸い円形の筒をね、これ多分ね、誰でも簡単に作れると思います。もう本当に段ボールとかでもいいもんね。でもさやさん、この距離が均一に筋が測れないから誰でも簡単にというのは多分さやさんに対して失礼なんじゃないかなって。すげえめんどくせえ世の中だね。だとしたらこれはね、帽子しまうやつを加工して作ってあるんですけど、で皆さんやるときはこういうもともと円形のものに穴を開けるか、ボール紙かなんかをこうやって均等にこうスリットを入れていくか、そうでこれに絵を乗せることでアニメーションになって見えると。普通に回しちゃうと残像になっちゃって、皆さんアニメーションに見えないんですけど、ここにスリットが入ってることによって一回一回区切れるから、しっかりこう静止画が1枚あるっていうのが切り替わってるように見えるらしいです。この目のねシステム的に。皆さんここで問題です。ででん1834年に発明されたこのゾートロープ、なんて意味でしょうか。さやさん、そして皆さんにも問題でございます。今回は4択式じゃなくて皆さん考えてみてください。何語なんですか、そもそも。まあそこですよね。ゾートロープっていう言葉は英語なんですけど、フランス語でも同じように言いますね。英語でのスペルを教えますね、皆さん。ゾエトロープ。ちなみにこれゾエトロープとも言うみたいですね。ゾートロープなんだ。そう。分け方としては。そうだね。ヒント1、2つの単語が組み合わさってます。ゾエトロープで分かれてる、ね、で分かれてます。意味。このゾエというワードはバイオハザード7に出てくるゾエちゃんと関係がありますか？あります。さやさんのボケを潰されたと思ったよ今。これによって生み出される現象、どうなってるように見えたか、当時の人には。それも含めて考えてみると答えがわかるかもしれません。わかった、人から見たら動く、なんで動いてるのか、でも当時の人はわからない、なんか生きてる絵みたいな。ファイナルアンサーですか？皆さんも大丈夫ですか？生きてて回ってるみたいな、そんな意味な気がする。どう？正解は大当たり。マジで？大正解。シャーロック・ホームズ超えた。
自己肯定感高すぎるだろ。何事件の一つぐらい解決してこい、一回。ほぼ正解です。おーゾエ、トロープっていうのが、ギリシャ語で、ゾエが生命、トロープが回転。回転する命？そう、生命の輪、生きている輪っていう意味。くるくる回っている命という意味で、ゾウトロープ。超当たってんじゃん。もう、だから正解。超当たってんじゃん。すごいね。よくわかったね。すごすぎ。今年で一番すごすぎ。今年まだ1ヶ月終わってないんですけど、まあということで今回はこのゾウトロープね、生命の輪を使って、ここに命を誕生させていこうといった企画でございます。ちなみにこの原理を最初に利用したのは中国の漢時代らしいですね。超昔じゃん。その時に発明された回り灯籠っていうのが中国にあるんだけど、ご存知の言い方で言うと走馬灯。あ、そうなの？はい。それがこれです。なんかさ、走馬灯ってでもさ、あれって言うじゃない？死ぬ直前に見る自分の思い出とかっていう。それが走馬灯っていうものがあって、走馬灯のように思い出が巡るっていう意味で走馬灯。ああ、そういうことか。はい。ちなみに江戸時代でもその走馬灯は流行ってましたね。夏の夜の娯楽として登場してたらしいですよ。だから俳句では夏の季語です、走馬灯は。あ、そうなんだ。無限に豆知識が出る。どうしたどうしたなんかね、ここゼミでやったところだみたいな質問が最後からポンポン飛んでくるから嬉しくてしょうがない。すごいまたね、冒頭長くなりましたが、それでは早速やっていこうと思います。さあ、ということで早速ですね、こちらに、こう、ニュルニュルニュルと、ゾウトロープ用の紙を用意しました。ここでこれをぐるっと回して、これが回っていくと。ただ、いきなり、がっつり書いて、大失敗でなったらちょっとショックだから、まずは、簡単なものをさらっと書いてみて、ちょっと実験してみましょう。じゃあ15分で。スタート、すごいなんか昔の人はこれが娯楽だったんだと思うと、なんか本当に今の進歩ってすごいよな。ね、すごいよね。作画やばーのこの舞台裏というか起源にはさ、そういうもんがあったんだよなと思うと。もう人類に感謝するしかないね。でかいとこに感謝するの。そのすごいなんか横見たら変なやつ書いてる。早くないさやさんあと書くの。でもこれ何コマの ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 コマか。12コマを連続させなきゃいけないから。そういうことよ。難しいな。ね。6コマ目ぐらいまで何か起こしとかないといけないんだね。それだってしかも戻ってこなきゃいけないんだから。そう、戻らなきゃいけないっていうのが一番やばい。そうそう。最近親戚のおばさんからさ、さいちゃんスタンプ買ったわよって来たの。連絡が。はいはい。それで、ありがとうって言って返したのね。でもスタンプ了解いかないのねって言われて、あ、そういえばないわと思って。そう。すごくまっとうな。そうそう、了解がないのね。おばさんね、了解が欲しいから了解書いといてね。可愛いのがいいからよろしくねって終わって。そう、依頼まで受けて。そう。単品じゃ出せない。ダウンロードコンテンツ。そこに足す形なんだ。というわけで、夏目さんちの LINE スタンプ、夏目さんちの揺るぎない日常、好評発売中。確かに一回も動画で言ってないわ。なんだその宣伝。すごい。どうしてもラーメンが食べたいおげんちゃん。ラーメン麺、ラーメン麺、あんたのおへそにラーメン麺、ラーメン麺、ジャバジャバジャジャバジャバジャ。醤油味噌、たまに豚骨どんどこどんどん。お前の骨で出汁を取る。思ったより世紀末だった。はい、それではできましたので、せーの。でどん。ごめんね、長くて。なんかやばいな。さやさんやばいな。伸びてるさやさんが。いけるかなこれ。全然わかんない。とりあえず皆さん見ましょうか。これで失敗してるかしてないかは見りゃわかるから。失敗したら鼻で笑いましょうか。そうです。別にこれ実験だから。どうなるかわからん。さあ、この実験さやさんを。あ、ぴったり。よかったよかった。ぴったり入った。で、これゾウトロープって最大の利点は全員がどこから見ても同じものが見えるということらしいですよ。この周りのスリットから見ればみんなが同じ体験をできるっていう。じゃあ順番変わってとかがないってことね。そう。皆さんも疑似的に覗けるようにカメラにもここに置かせていただきます。現状はまだ何も見えないはずです。なんかうっすらさやさんがなんかじゃあ行きますか。楽しみ。3、2、1。さやが伸び縮みしてる。もうちょっと早くしました。さやがすごい速さで伸び縮みしてる。
まあということでカメラで撮るのが難しくて、肉眼で見ると結構さやさんがボヨンボヨンしてんのよ。カメラの方も人間の肉眼で見た時の近しい設定にしてみたから、結構近く見えてるはず。気持ち悪い。いや、結構さやさん気持ち悪くビヨンビヨンしてますね。もっちもちのさやさんになってます。まあということでさやさんのはこちらです。じゃあ次ゲンさんもやってみよう。やってみますか。なんかさやのやつはいけた気がするけど、ちょっと僕のきつい気がしてる。まあ、ちょっと見てみたいね。ね、じゃあ行きますか。3、2、1。迫りきてる。迫りきて落ちては迫りきて落ちては迫りきて、あ、なってるなってるね。あ、でもちゃんとさ、落ちて残ったやつがまた迫り来る感じになってるね。すごい、ちゃんと繰り返しになってるよ。面白いこれ。おもろーい。はい、ということで、とりあえずテストしてみたんだけど、やったぞ、思ったよりちゃんとできた。楽しい。ゾートロープの実は欠点があって、はい、縦にちょっと伸びたような映像に見えるらしいです。そうだよね。ゲンさんは結構まん丸に返したけど、結構丸めに描いてるけど、僕です細長いじゃないですか。うん。そう、これが結構ね、細長く見えてしまうらしい。へー。で、その細長く見えてしまうっていうのは、スリットを通して見ているから。スリットが細長いから？そう。ということらしいんだけど、1877年に、エミー・ルレイノーっていう人が、これを改良して、プラキシノスコープっていうのを発明するんです。それ FF のアイテム？今回ちょっとそれは作れなかったんですけど、ここの真ん中に回転軸みたいのをつけて、回転軸のところに鏡を取り付ける。で、この鏡に映ったものを見るんだって。この絵が映った鏡を見ることによって、その比率が変わらないで、より正しい姿で見れるっていう仕組み。で、それをさらにそこを光を通して、壁とかに映すっていう方式を取っていったのが、このアニメーションとか映画の進化っていう歴史らしいですね。まあ、ということで、だいぶ賢くなったところで、賢くなっちゃった。はい、こちら本番、もうちょっと時間をかけて、やっていきたいと。頑張ります。終わっちゃった。さっちゃん頑張ります。なんで退化しちゃったの？こんな成功したのに。さあ、ということで、ゾートロープ、しっかりしたバージョンを書いていきましょう。しっかりしたバージョンよ。まあ、今回結局白黒でいこうということで、モノクロでいくんですけども。なんか可愛い目つきの鋭い子が出てきましたよ。この子、この1コマしか出てこないんで、皆さんよろしくお願いします。いやもうほんと、それ、今のうちにみんな、網膜に焼き付けといた方がいい。そう、なんか上からこう、生命の液体みたいのが垂れてきて、一瞬だけ女の子が輝くみたいな、現れるみたいなアニメーションにしようかなと思って。不穏な感じになってきましたよ。まあ、ちょっと女の子の骨格とは全然違う骸骨なんですけど、申し訳ないです。そこは後で気づきました。大丈夫、女の子の中にも入ってるから頭蓋骨はね。だからそれが違うっつって安心できない。大丈夫。何を励ましてんの。さあ、ということでさやさんですね、ここからは。いやもう私はね、もうこのたった12コマの中にね、全米が涙したその物語をね、詰め込んでみましたよ。大丈夫ですか、そのハードル上げて。まあ大丈夫ですよ。フレアムアートするみたいだし。全然映ってないじゃん。まあバナナが刺さったキウイでも見ててください、皆さん。世界一どうでもいい情報がずっと映ってた。なんかどうやらさやさんのがこっち見てるんですけど。こっち見て、なんかゲンさん苦しそうなんですけど、どうしました？いや結構ね、ここにはね、多分もう一言では語れない悲しい物語があると思うんですけれども、まあゲンさんが苦しそうなの。なんか苦しそうゲンさん苦しそう、ひたすらさやさんひたすら余裕そう。なんだこのさやさん書くの超大変だった。ゲンさんは動くんだけど、さやさん一定なんだもの。さあ、この刺激されているゲンさんの運命やいかに。おー、できましたよ。怪しい。ねっちょりなってちょっと一瞬だけ謎の女の子が映ってそのまま溶けていく、また骸骨が永遠に繰り返される。すごい怪しい映像が。はい、ということでこんな感じになりました。いいね、なんかこの手法と合ってる。でも結構見えるな、アニメーションにね。見える。だってちゃんとポチョンポチョンって聞こえるもんね。聞こえないよ。どうしちゃったの？感受性豊かすぎるでしょ。ということで僕のはこの溶けゆきそして復活する少女のループ。
生命の輪じゃん。ほんとだ。うわすごい、ゾートロープだ。嘘、意識してなかったの？意識してなかった。これはタイトルゾートロープです。うわエモ一応これ早くもできるのでちょっと早くしてみましょうか。早くすると僕のやつはなんか普通に上からジャバーってね、降ってきてすごいジャバージャバーってなんかすごい液体が流れてるだけになっちゃうので、ただ肉眼で見るにはこっちのが見やすいかも。そうだね、でこれね、実は1回目のテストした時と違う手法を使ってて、紙1枚1枚に書いてる。ロールじゃなくて。ね、輪っかじゃなくてね。そうで、これ用の一応いいんじゃない円形の筒もね作ってあるんだけど、それだとねスリットの幅が太すぎてアニメに見えなかったんですよ。なのでこっちのやつに無理やりクリップで挟んでるって感じになるんだけど、おーでもこれも結構いいねやっぱ。さあということで、じゃあ次はさやのやつを見ていきましょ涙なくしては見れないストーリー、ご覧ください。どうぞ。何動いてる。できてる。これはもしかしてウサギとカメのゲンさん？そうですよ。亀さやさんに一生追いつけないゲンさんです。ゲンウサさんです。カメ早っ。面白いこれ。面おもろい。めちゃめちゃいいやん。白い。イソップ童話を覆してみました。ね、ウサギサボってる場合じゃないんだもん。サボってる場合じゃないから、ちゃんと走らないと。走ってもこんなに頑張って走っても間に合わない。確かに、うん途中すごいムって顔してんだね。そうだよ。はーってこう疲れ切って遅れちゃったところを踏ん張って追いつこうとするところにまた戻ってくる。なるほどね。そういや、すごい楽しいね、ゾウトロープ。いや、できましたね、これは。いやできましたね。ということで今回はですね、ゾウトロープに世界初のアニメ表現にチャレンジということで、はい。やってみたんですが、一応こちらおまけ映像として、はい。こちらご覧ください。現代の技術でこれを見せたらどうなるのか。全く同じ絵で、静止画の連続で、はいいわゆる今の時代の現代社会で作るアニメーションはこういう風に作られてます。動画編集ソフトを使って作られるアニメーションはこんな感じ。やっぱ綺麗だね。ね当たり前ですけど。いやでもやっぱりこれで見るっていうのが、ちょっとエモさが増すというか。いや、そうよ。ウィーンカタカそう。タカタカタウィーンカタカタっていう音がいいね。壊れたレコードプレイヤーを使ってるという事実も相まって、そう、だからレコードプレイヤーを加工してゾウトロープにしようって考えたゲンさんのお父さんが今回の MVP。まあそうですね。なんか最近うちの父親 MVP なこと多いですね。いやー、楽しかった。楽しかった。ということで、これね、そんなに難しくもないと思うので、もしよかったら皆さんそう、簡単なキットとかも発売されてるみたいなので。売ってるみたいですね。もし気になる方いたら、ゾウトロープもしくは回転覗き絵で調べてみてください。調べてみてください。まあ、ゲンさん、私についておいでよ。一生追いつけない、かわいそうこれ。もう、囚われてるこのループに。